トリートスポットネームです。皆さんご機嫌でお過ごしでしょうか。今私は神奈川県小田急秦野駅に来ております。今日はこちらから弘法山を抜けて鶴巻温泉までハイキングしたいと思います。弘法山ハイキングスタートします。イエーイ。秦野駅から東に100メートルぐらい歩いてきたところに弘法の清水があります。ここの案内板を右に行きます。こちらが弘法の清水です。名水100選に選ばれています。1日に約100トンもの水が湧き出ていて、年間を通して16度前後と夏は冷たく冬は暖かく感じられるそうです。この名前の由来は昔この地を訪れた弘法大師空海が喉の渇きに苦しむ人々のために持っていた杖を地面についたところ、そこから水が湧き出したという伝説があります。これは弘法大師だね、多分ね。では道なりに行きましょう。弘法山公園への案内板があります。昔水無川は渡し船が通るほど水が多かったそうです。ではなぜ水無川なのかというと、その昔弘法大師が渡し船に乗ろうとしたところ、あまりにもみすぼらしい格好だったので船頭さんが拒否したそうです。すると弘法大師は冷遇した船頭に怒り、川の水を地下へ隠してしまったという一風変わった伝説が残っています。実際には水がないわけではなくて、砂や砂利がフィルターとなって地下で流れているんですけれども、この過程で不純物を自然に取り除き、秦野の名水を育んでいるというわけです。水無川を渡ったら右に行きます。この山をぐるーっと縦走していきます。こっちはちゃんと流れてるんだね。こちらは金目川で水があります。弘法橋っていうんだ。弘法山公園入り口に到着しました。だいたい秦野駅から20分ぐらいです。ここから山道に入っていきます。まずは標高196メートルの浅間山を目指します。
本当だ。木なんだこれ、石じゃなくて。浅間山に到着しました。これ浅間山っていうんだ。大体20分ぐらいで到着しました。山ビルに注意です。梅雨時期から夏場、特に雨上がりは注意しましょう。浅間山は富士山信仰の山です。昔は富士山まで行くのが困難だったため、富士山がよく見えるこの山の山頂から遠く離れた富士山を拝んだそうです。今日はガスってて富士山は見えないかもしれないですね。権現山に向けてスタートします。はい。温泉かな。ああ、ね、そうだ。切り株の形をしたお手洗いがあります。100円のチップ制になってます。浅間山から一旦階段を降りて道路に出ます。あ、滑る。車で来れちゃうんだよね。では権現山展望台に向かいたいと思います。道路を渡ってここから森林セラピーロードになります。森林セラピーロードは今、全国で60数箇所設定されています。科学的に癒し効果があると認定されたセラピーロードです。15分ぐらいで権現山に到着しました。途中大渋滞でした。
さんがではここから弘法山に向かいます。弘法山公園まで600メートルです。あれがこれは湘南平のという塔で、駒山で、向こうに江ノ島のぽっかり薄く見えてんのが江ノ島。見えない。見えてるよ。ああ、うっすら見えてるね。あ、本当だ。これで映ってるかな。ここは馬場道というそうです。では弘法山に行きましょう。弘法山まで500メートルです。各お山ごとにお手洗いが設置されています。100円のチップ制です。ここも森林セラピーロードです。森林セラピーロードとは、都会との比較実験を行い、癒しの効果、病気の予防効果が科学的に認められた道のことで、全国で60数箇所認定された道の一つです。歩く前と後でストレスホルモンコルチゾールが減り、免疫力が上がることを科学的なデータで証明したお墨付きの道なんです。ここから弘法山に入っていきます。
山頂に到着しました。弘法大師がここで火を焚いて煩悩を払う護摩修行を行ったと伝えられています。釈迦堂はかつて釈迦如来が安置されていましたが、現在は弘法大師像が祀られています。ありがたいことに運よく御開帳日です。こちらの鐘楼は江戸時代、鐘つき番がお堂を守りながら規則正しく鐘をついて時を知らせていたと言われています。ここが血の井戸です。昔弘法大師が杖で地面をついたところ、乳のような白い水が湧き出したとされています。それを飲むと母親の乳の出が良くなると言い伝えられました。修行の記憶がそのまま静まり返っているような不思議な気の流れが弘法山にはあります。夏間山に向かいましょう。ここからは下り道になります。雨が降っていたので滑らないように注意していきましょう。アフリカの平野に行ってね、常に遠くだけ見てるとね、視力があと 3.4 キロです。上手に投げるまで時間がかかるんだって。最初下手くそなんだよ。ああ、それ聞いてみたい。聞いてみたい？うん。上手に投げるまでに練習して、だんだん上手になって。そうなんだ。方法結局。登ると暑いね。もう下りしかないって言ったのに。登ったね。気持ちがいい。いい風。
鶴巻温泉方面は右です。行きましょう。はい。東山はどこ行った？通り過ぎたんじゃないの？通り過ぎちゃった？わかんない。嘘。東山ってどこにあるんだ？どこだろう。滑る。滑るわけじゃないけど滑りそう。滑るよ。登る。だから東山来るんじゃない？そうかな。通り過ぎちゃったかもしれないので、東山について。東山。東山の名前の由来は、日本神話から来ています。古墳時代に大和武尊命が、天皇から東国の混乱を鎮めてきなさいと命令を受けて、その統制の途中で現在の秦野市周辺ここら辺を通り、三浦半島から房総半島へ海を渡ろうとしました。海を渡る際に荒波に襲われて船が沈みそうになると、妻の乙立花姫が私が身代わりに海に入り神の怒りを鎮めますと言って海に身を投げました。すると嵐はピタリと止み、大和武尊命は海を渡ることができました。で、統制を終えた帰り道に東山の山頂から相模湾を眺め、亡き妻を思って「東早ああ我が妻よ」と嘆き悲しんだというお話があるんです。鶴巻温泉はこちらです。桜の季節なので弘法山までは大渋滞だったけれど、弘法山を過ぎてからは人がまばらになってゆっくりとハイキングができています。鶴巻温泉駅まであと 2.8 キロです。東山が出てきましたよ。400メートルです。ゴーゴー。東山山頂到着しました。ここが東早の
東山です。鶴巻温泉まで 1.1 キロです。もうここからは下りでしょう。今日は工房の里湯に入ってから帰ります。700メートルです。私たちは温泉に入るときには必ず登るとか走るとかミッションをしてから温泉に浸かります。そしてそれからお楽しみのご飯です。今日は何が食べられるでしょうか。畑が、あ、本当だ。何植えてるのかな。いや、まだ土作り状態じゃないこれ。目にあるんだろうね。うん。右下鶴巻温泉に至る。あと600メートルです。だいたい距離的に秦野駅からここまで 7.8 キロでした。
結構な距離あったね。200m。膝笑わなかった？珍しい。工房の里湯はね、カルシウムたっぷり温泉なんだって。だから筋肉痛とか神経痛とか五十肩とか効きますよ。天然のマッサージオイルみたいなものですね。しっかりもみほぐして温冷浴をいたしましょう。汗かいた？鶴巻温泉駅右側です。ここから30mです。工房の里屋に着きました。でした。では帰りましょう。足湯があります。もうすぐ目の前が鶴巻温泉駅です。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は秦野駅から弘法山を縦走し、鶴巻温泉駅へ下山するハイキング Vlog をお届けいたしました。弘法大師や大和尊命ゆかりの地を歩きながら、森林セラピーロードの柔らかな空気に包まれ、
心身ともにリフレッシュできました。工房の里湯は2時間の時間制限があったことと、ぬるめのお湯で温まるまでに時間を使ってしまったため、温冷交代浴はできませんでした。また広間でストレッチをする時間がなかったのが残念でした。とはいえ駅の目の前でアクセス抜群、お肌しっとりほかほかで帰宅できました。森勝からの温泉と下山飯で春爛漫なリトリートになりました。ぜひ皆さんも弘法山を歩いてみてください。それではまたの動画でお会いいたしましょう。M でした。